りくりゅう。世界一になったペアには、華やかな表彰台の裏で、誰にも見えにくい、長い時間と、たくさんの人の献身がありました。チームりくりゅう。第1部では、渡辺則夫トレーナーが、毎日のコンディションと、心の切り替えを、どれほど近い距離で支えていたのかを見てきました。そして、今回、第2部でたどるのは、そのさらに奥にある、医療チームの力です。危機の現場で、未来を守る医療があり、日常の中で、二人の体のズレを整える医療があった。今回は、土屋ドクターと、鍼灸指圧師の青島さんを中心とした医療チーム全体の働きを見ていきます。怪我が起きた時、誰が止めたのか、止まった後、誰が整えたのか、そして、その時間を、三浦璃来選手と木原龍一選手がどうやって前に進む時間へ変えていったのか、金メダルを取ったチームりくりゅう。リンクの上で輝く数分間のために、止まる決断を支える人がいて、動く体を守る人がいて、苦しい時間を隣で一緒に生きてくれる人がいました。では、医療の支えがどうやってりくりゅうの再出発を作ったのかを静かに、そして丁寧に辿っていきましょう。第1章、腰椎分離症。止まることが全身になった瞬間。2023年、グランドスラムを達成し、世界王者となった後、りくりゅうはさらに上を目指し、ショートとフリーのリフト、すべてを新しくする挑戦に踏み込みました。でも、その前進の代償として、木原選手の腰には大きな負荷が積み重なっていきます。8月頃から違和感が出始め、やがて痛みを伴うようになり、診察の結果、腰椎分離症と診断されました。土屋ドクターを中心とする医療チームは、スケートアメリカ、NHK 杯、全日本と2023から24年シーズン前半の全面欠場という判断を下します。この土屋ドクターは日本オリンピック委員会の強化スタッフとしてスケート競技に携わり、日本スケート連盟の強化部員も務めてきたスポーツドクターです。大会現場に帯同し、その場で何が起きているのかを見極め、選手の命と競技人生の両方を守る役割を担っています。アスリートにとって、休む決断は本当に難しいものです。一日休むごとに能力を一つ削っていくことにもなるからです。滑れるなら滑りたい。出られるなら出たい。でも、この時必要だったのは無理に前へ進むことではなく、今は止まる時だと線を引くことでした。ここで大事なのは、医療の仕事はただ治すことではないということです。危険を見抜き、止めるべき時に止める。そして、その判断を未来のための一歩に変えていく。りくりゅうが後に大きな舞台へ戻れたのは、この最初の局面で、止まるべき時に止まるという医療チームの決死の判断が、結果を左右する大きな要因でもありました。第2章、トロントで続いていた見えない日常の医療。でも、医療の支えは止めるだけでは終わりません。止まった後、その時間をどう過ごすかが大切になります。そこで大きかったのが、トロントで続いていた日常の医療である鍼灸指圧です。2019年からりくりゅうの特に木原選手を支えてきたのは鍼灸指圧師の青島さんです。カナダ・トロントで長年、日本人のトップスケーターたちを支えてきました。羽生結弦選手や紀平梨花選手など、トロントを拠点とする日本人選手たちからも熱い信頼を集めてきた存在として知られています。青島さんのような存在が木原選手の体をその都度見て、ズレを整え、負担のかかり方を読み解いていく。しかもペア競技では、木原選手だけを見ればいいわけではありません。三浦選手の軸やバランスも木原選手の負担につながるからです。つまり、日常の医療とは痛みが出た後に対応するだけではない。
二人の体の関係そのものを見て、次の練習、次の演技に耐えられる状態へ戻していくことでもありました。青島さんが二人を、一人ずつではなく、二人で一つとして見ていたことは、その象徴です。医療がリンクの外で、ペアそのものを支えていた。この視点があると、陸流の強さの見え方が変わります。第3章、止まった時間を、二人で作り直した。そして、医療の支えが最も生きたのは、止まった時間そのものが、次につながる時間へ変わっていったことでした。木原選手が、腰椎分離症でストップしたとき、三浦璃来選手は、ただ待つ側には、なりませんでした。今しっかり治した方がいいと、先を見る言葉をかけ、リハビリの時間も、できる限り一緒に過ごしたのです。朝は一緒に、リンクへ向かう。木原選手は、氷の上に戻れない間、リンクサイドから、三浦選手の練習を見て、アドバイスを送り、自らも学ぶ。お昼は、栄養を意識したお弁当を、一緒に食べ、午後は病院へ向かい、それぞれ、回復と予防に取り組む。ここで大事なのは、片方だけが止まり、もう片方だけが進んだわけではないことです。二人とも、それぞれの課題を抱えながら、同じ方向を見続けていた。医療が、止まる勇気をくれた。日常の施術が、整える力をくれた。そして二人が、その時間を、作り直す時間へ変えた。だから、陸流の医療の物語は、病院や施術室の話だけでは終わりません。止まった時間を、どうやって全身の時間へ変えたのか。そこにこそ、医療チーム全体の力があったのだと思います。ここまで見てきたように、陸流の金メダルへの道は、怪我をした選手が、一人で這い上がる物語ではありませんでした。危機の現場で、未来を守る医療があった。日常の中で、二人の体を整える医療があった。そして、その支えを受けながら、三浦璃来選手と木原龍一選手は、止まった時間を、前へ進む時間へと変えていった。医療とは、ただ治すことではありません。見抜くこと、止めること、整えること、そして、また挑戦できる状態へ戻すこと。次回は、その医療チームの中身を、ドクターの土屋明宏さん、鍼灸指圧師の青島正さん、その人物ごとの役割と、献身、そして、人柄も合わせて、さらに深く見ていきます。まずは、危機の瞬間に、木原龍一選手の未来を守った、土屋明宏ドクター編です。チーム陸流、金メダルの物語は、ここからさらに、具体的な、人の仕事へ入っていきます。ぜひ、続けてご覧ください。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップも、ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。